はい、それではシングルスの後方の動き方について、説明していきたいと思います。まずスタンスのおさらいなんですけど、スタンス大きく分けると3つあります。まず1つ目が縦スタンス、そして2つ目が横スタンス、そしてもう1つが斜めのスタンスですね。で、縦スタンスっていうのは相手が手首より下で打ってくるとき、ネットかロビングしか球が来ないと思うので、その時に前後に動くための縦スタンスになります。それとあと横スタンスっていうのは相手が手首より上から打ってくる時の攻撃してくる時にサイドの構えになっていきます。スマッシュに対するその速い球に対するこの横で構えていくっていう形でなっていきます。で、斜めというのは自分が例えば相手を追い込みました。で、次に返ってくる球が予測できる時にその方向に対して直接前に進んだり後方に進んだりする時のこの斜めスタンス、この3つをうまく使い分けてこの構えるっていうところを意識してやっていきます。はい、それでは動き方について説明していきます。動き方、まずフォア置く、ラウンド、そしてまっすぐ下がるパターンですね。この3つを説明していきたいと思います。で、まっすぐ下がるパターンっていうのはだいたいこう相手を奥に追い込んでこう甘くなってきたところをまっすぐ下がってこう仕留めるパターンになってくるので、この場合はですね基本的に足が縦スタンスの状態から動くっていうのが一般的になるんじゃないかなと思います。で、その時はこの縦スタンスの状態、もちろん前に来る可能性もあるので少し前傾になります。前傾させてこのお尻から下がっていく感覚を作っていきます。ここからこういう下がり方もあるんですけど、こういう下がり方よりしっかりお尻から下がってシャトルの下に入って打つ方がおそらく安定して打てると思うので、この下がる力を作る時にお尻から下がれる力をねぜひ作れるようにしてほしいなと思います。動き方としては相手が打った瞬間にお尻から下がっていってここでこういうイメージ、お尻から下がって打つ流れで打てるようにしてください。はい、次に相手の球がもし追い込んだんだけどそこからすごいドリブンクリアみたいなねこう押し込まれたような球が打たれた場合っていうのは今度は体を倒して打つ流れになっていきます。で、その時はまず上半身を素早く打てる体勢を作ってほしいので、お尻からいくというよりかは上半身から先に倒れていってすぐ打てる準備をしていきます。で、この時はラケットをこう回していく動きよりもラケットを上げてすぐ打てる準備を取りながら打つ、ここからすぐ打てる準備を取りながら打てるようにしていきます。で、これはですねたくさん練習していく中でお尻から行った方がいいのか上からすぐ行った方がいいのか、それは相手が打ってからすぐ判断できるようにたくさん練習してみてください。はい、次にフォア奥の動き方をやっていきます。で、フォア奥の動き方はまず縦スタンスから動く場合っていうのは右利きの人は右足前の状態から足を一旦こう入れ替えていきます。入れ替えて右を後ろにした状態でサイドステップで下がってそのまま飛びついたりそのまま打ったりっていう風にしていきます。飛びつく場合だったらここからこういうイメージで動いていきます。この動き出しが遅れてしまうとすぐに差し込まれてしまうので、この動き出しの部分はしっかり早く動かせるようにぜひ練習してほしいなと思います。右奥の場合はですね右足前から動くと少し遅れる可能性があります。で、右奥に来るんじゃないかと予想できた時は左足前で構えてもらってもいいです。例えば相手の右奥に追い込んだ場合にストレートに返ってくるんじゃないかなと予想できた時は右足前じゃなくて左足前で構えてそのまま飛びつく流れでもいいと思います。その場合はサイドステップでジャンプして右足着地のまままた戻ってくるという形になります。これは相手の攻撃が読めた場合だったりとかこっちに来そうだなと思う時にスタンスを左足前にチェンジしても大丈夫です。で、少しこう差し込まれたような球になった場合というのはここからクロス、右足を引いてここからクロスして打つ流れになっていきます。
ここから、右足を引いてクロスして打つっていう流れですね。縦の状態からでもこう飛びつくパターンと、低いパターン両方できるようにしてください。はい、じゃあ次に今度横スタンスから動くパターンいきます。で、横スタンスのパターンの時も、飛びつくパターンと低い球のパターンがあるので両方説明していきます。で、まず飛びついて打つパターンっていうのは、自分がなんか打ちました、打って足を同時着地したら、そこから、こういう流れでこういう流れでサイドステップが踏めるようにしていきます。足は横からそのまま右足のところに左足が一旦来て、そのまま斜め後ろに下がっていくような、こう下がっていくようなイメージで飛びついて打てるようにしていきます。で、相手がちょっとこうドリブンクリアだったりとか、低く速い攻めの攻撃が来た時は、このサイドステップから左足を後ろに下げてクロスステップの状態から打てるようにしていきます。ここからクロスして打てるようにしていく。はい、でこの時にこの、右股関節、右のお尻を斜め後ろに落としてきながら行く感覚を作ってください。こう上半身が行くんではなくて、まず一旦お尻を少し斜め後ろに落としながら、重心移動しながら打っていく流れでいきます。はい、横から見るとここからこういう風に下がっていく、こういうイメージで下がっていく、感じで、フォア奥打てるようにしていきます。ここからこういう感じです。フォア奥ね、非常に難しいのでたくさん練習してほしいなと思います。あとフォア奥飛びついた後にですね、その戻り方として、いくつかパターンがあるんですけど、まずフォア奥飛びつきました。飛びついたら基本的に右足ジャンプして右足着地、もしくは両足着地して戻ってくるパターンというのが一般的になります。足をねこう入れ替えるパターンももちろんあるんですけど、足を入れ替えてしまうと少し戻りが遅くなったり、あと差し込まれた時は逆にこの自分が後ろに、体が流れてしまうパターンというのが結構あるので、右足ジャンプ、右足から着地していく、もしくは右足ジャンプして両足着地して戻ってくるパターンというのを、ぜひできるように練習してほしいなと思います。はい、あとですね、フォア奥をランニングステップって僕は言ってるんですけど、こう走りながらこういうふうに打つパターンも、特にジュニアとかで多いので、それはもちろんダメじゃないんですけど、体をこう入れてしまうと、まず打つコースがですねクロスに打つのが難しくなってしまうというのと、ストレートが読まれやすいっていうことがあります。なのでランニングステップの方が多分最初簡単だし距離も出せるんで、体が小さいうちはねしょうがないと思うんですけど、体が大きくなってきたタイミングでこのサイドステップで打つ、もしくはクロスステップで打てるようにうまくね切り替えていってもらえればなと思います。やはりトップ選手になってくるとこういうステップは極力しないです。本当に追い込まれてもうどうしようもない、早く走っていかないと間に合わないよっていう時ぐらいしか使わないので、できるだけこのステップもしくはこのステップでいけるように練習してください。はい、じゃあ次に今度ラウンド側の方の説明をしていきたいと思います。でラウンド側、まず縦スタンスからなんですけど、これも右足前の状態からこの右足をこの後ろに素早く引いて、下がっていくようにしていきます。でその時はこれもお尻をですね後ろに倒しながら下がっていく感覚でいきます。ここから後ろに下がってサイドステップ入れて打つような流れで打っていきます。はい、でもう一つはですね、体を倒しながら打っていくパターンですね。はい、体を倒しながら打ってくるパターンというのは、相手がこうちょっと攻めてきて自分がこうお尻から行く時間がないよっていう時に、体を倒しながら素早く反応していくパターンですね。でそれはもちろん体もこう入れて下がりたいんですけど、それがもし間に合わないんだったらこういうバックステップ、ちょっと後ろに小走りするようなイメージで
いってもいいと思います。必ずこう入らなきゃいけないというわけではなくて、こう走りながら、もう足はね走ってるんだけど上半身は打つつもりでいくパターン、結構そういう時もありますので、このラウンドに関しては細かいステップで押しながら上半身は別の動きで打つっていうこともよくあります。なのでそれもできるようにしてください。イメージとしてはここから縦スタンスからこういう流れで、大事なのはまず打てる準備をね作るっていうのが、基本だと思うので、このラケットの面をこういうふうに作って、とりあえず触れるよっていう状態を作ってから体を入れて打てるようにするっていうのも、一つのやり方なので、ぜひ覚えてください。はい、あと左足の脚力がねちょっとあってこう飛びつくのが得意だよっていう人は、相手が例えばドリブンクリアとか、ちょっとだいぶ攻めてきたクリアを打ってきた場合などはこう左足で打つこともできます。ハードルはね結構高いんですけど、左足で飛んで打ってこうカウンターすることもできますので、この足が縦スタンスから一歩左足を横に出してそこから飛びついて打つってこともできますので、そういう動き方でもいいと思います。ただこれが連チャンすると非常に疲れるので、やはりこう相手を追い込んで次いけるってチャンスが来たと思った時ぐらい使ってあげられればいいかなと思います。ここからこういう動きですね。はい、こういう動きもぜひできるようにしてみてください。はい、じゃあ次に横スタンスから動くパターン説明していきます。横スタンスで構えて、ラウンドに来てしまった場合っていうのは、さっきの、フォアオークと同じようにこの股関節を左後ろに落としていきます。この状態から左後ろに落としながら重心移動して、でそのまますぐ体を入れていきます。やはりね相手がオーバーヘッドからこうクリアで攻めてくると思うので、それに対して遅れないようにすぐラケット上げて打てる準備を作って、対応していきます。基本的にはこう足をついてすぐ体を準備させるっていう流れになるんですけど、もし相手の球がちょっと甘くて、カウンターできそうだなと思ったら、これも左足でジャンプして、このサイドステップから左足でジャンプして打つこともできます。このラウンドの動き、打つまではいいんですけど、その打った後の戻り方とか、そこで遅れてしまうパターンというのもあるので、そこも少し説明していきたいと思います。でラウンド入った時ですね、これは縦スタンス横スタンス両方一緒なんですけど、こう入った時に最後左足が後ろになると思うんですね。この左足が後ろの時に頑張ってここでこの状態を耐えられるようにまず体を鍛えていきましょう。これがまずこうなってしまうと戻りが遅くなってしまうし、いいショットが打てないので、この状態でしっかり耐えて戻ってこれる体幹とか筋力をつけてほしいなと思います。よくあるのがここから左に崩れてこっちに体が向いてしまうパターンですね。これはあまり良くないので、できるだけ耐えて戻ってきます。で戻る時もここでずっと耐えるとすごく疲れてしまいます。なのでこの耐えるんじゃなくて、左足ついたら一瞬でいいので体を頑張ってこの右足の太ももの方にグッとこう曲げていきます。そうするとですね、一瞬だけ耐えればあとはすぐ重心を真ん中にこう戻すような形でうまく戻ってこれるので、ここから体をすぐ倒して真ん中に戻ってきて、すぐ次の準備をするっていう流れで戻ってこれるように練習してください。はい、あとハイバックのパターンもあるので、それも説明していきたいと思います。でハイバックのパターンはこの縦スタンス横スタンス、どっちにしろですね、一回こうハイバック打つ側の方向に足を入れて体をすぐねじっていく動きからスタートしていきます。縦であればパッてそこから斜めに足を出してすぐハイバックの準備をしたり、横からでも縦にしてすぐハイバックの準備をして、打てるようにしていきます。でハイバック打つ時っていうのはもう後ろを見る余裕がないので、シャトルだけ見てイメージして
思ったところにシャトルがコントロールできるようにたくさん練習する必要があります。なので最初の方は不安で見ながらこうやって打ってしまう人結構いるんですけど、そうではなくてもう完全に相手を見ないで打てるようにする練習をしてください。動き方的には縦の場合でもこういう入り方、横からでも一瞬斜めにしてから動き出すっていう風な形で動いて打てるようにしていってください。はい、以上がシングルスで後ろ側に動く動き方の説明でした。で、今いろんな動き方の説明をしたんですけど、どの動き方をしなきゃいけないかっていうのはやはりたくさん練習してその時その時で体でね覚えていくしかないので、ラウンド側なんかもラウンドでいくのかハイバックでいくのかみたいな判断っていうのは、たくさん練習していく上で、できるようになってくるものだと思います。やはりね後ろに下がるってなかなか普段やらない動きなのでいっぱい練習してできるようにしてください。それではまた動画見てください。バイバイ。